秋冬編みたいもののお話です。こんにちは、お手紙ありです。ちょっと今日は机の上が結構散らかっている状態なんですが、9月になりましたし、そろそろ冬糸で編みたいなということで、今回の動画は秋冬の編み物のプランのお話です。今編んでる編みかけと、あとこれからキャストオンするつもりのパターン、そしてこの秋冬に気になっているパターンについてなど、いろいろお話ししていきたいと思います。よかったら最後まで見ていってください。それでは行ってみましょう。私はいつもラベリーのコンテンツを使って編みたいもののプランを整理してるんですけど、今回ももうすぐ秋冬になるっていうことで改めてそれぞれ見直してみて、次に編みたいものとか今シーズンで編みたいものの整理をしてみました。あとはそのプランをもとにこれから始まる編み物のイベントでの毛糸のお買い物の計画なんかもお話ししたいと思っています。で、まずは今すでに編みかけているプロジェクトを紹介していこうと思うんですけど、今抱えているプロジェクトは全部で3つあります。それがフルールセーターとベルリンスカーフとマグノリアブルームというパターンなんですけど、まずはフルールセーターはサンドネスガーンのデザインなんですけど、今年の春先に取り掛かってたんですけど、夏の編み物がしたくて一旦中断していました。こんな感じのこんなちっちゃいかぎ針編みの、モチーフをいっぱい編みつないでいって作るプルオーバーなんですけど、なんかこの1個作るごとに結構集中力が途切れがちで、これがなかなか進みが遅いプロジェクトになってしまってるんですよね。でもこういうモチーフつなぎのウェアって最近それに特化したパターンブックが登場したりしてて、ちょっと熱いですよねと私は思ってるんですけど、個人的に。なのでこの冬着られるように完成させたいなと思っています。ということで、編みかけの一つ目がフルールセーターですね。もう一つがこちらを紹介しようかと思うんですけれども、結構大きいんですけど、これです。これがベルリンスカーフですね。スザンヌ・ミラーさんのデザインのパターンですね。こんな風にフリンジがすごい太くてモコモコしたすごい可愛いマフラーなんですけど、今もうこっち側のフリンジ終わって残りこっち側のフリンジを残すのみになっているので、これはもう間もなく仕上がるかなっていう感じですね。これは、つい最近なんですけど、今年の丸安夏市の購入品紹介をした時にこれ編みたいと思ってますっていう感じでお話ししたと思うんですけど、そのパターンでその時お話しした通り、糸をこの今年の丸安夏市で買ってきた、これはマリモミックスっていう結構手編みの糸に近い太さのアルパカ紺の糸を使っています。これがですね、この糸は丸安毛糸さんが、やっている60っていう手編み糸のブランドの方でも売られている、こんな感じで603では玉の状態で売られてるマリボミックスっていう糸なんですけど、これ結構ウェブサイトで調べてみると色展開が結構あるんですね。それでこれは濃いめのダークブラウンっていう感じの色なんですけど、なんか他にもビタミンカラーみたいな明るいパキッとした色のものもあったりして、すごいその
ビタミンカラーが可愛いなと思って、私今この色でベルリンスカーフを完成させようとしてるんですけど、なんかそういう元気な色でも色違いで欲しいなっていう風に思っていて、で603は今年の東京ヤーンクロールにも出展される予定なんですよね。なのでイベントの時期になったら603に去年も行ったんですけど、もう一回行ってみて、このマリボミックスのちょっといいなと思ったビタミンカラーみたいな色味が置いてあったら買ってこようかなって思っています。それでちょっと色違いを作りたいなと思っていたりします。はい。で、編みかけの3つ目がこちらです。これはマグノリアブルームというカミラ・バットさんのデザインのパターンですね。こんな感じですごいざっくりしたプルオーバーなんですけど、ヨークのところにこういう透かし編みとボップルを交えたこんなすごい綺麗な模様が入るっていうプルオーバーのパターンです。これも最近キャストオンしたものなんですけど、結構進みが早いです。このパターンについてはうちにある着分ある在庫糸で編むものを考えてみようっていう動画でお話ししたパターンだったんですけど、その時の計画通りの糸で編み始めました。それがこの工業紙のモヘアとパピーさんのブリティッシュエロイカを引き揃えて編んでいます。前回の動画の時にはこのスワッチをお見せしたかと思うんですけど、すごいこのスワッチの感じが気に入ったので、こんな感じに編み始めました。本番編んでみた感じもすごい可愛くて、すでにお気に入りです。今ヨークのところまで来ていて、次がもうここから袖分けっていう段階なんですけど、こんな感じです。すごい可愛いですね。やっぱりざっくりした感じで、色味もこの濃い緑色で良かったなと思っています。このですね、工業紙のモヘアとの引き揃えっていうのが、このモヘアの方はナバホ寄りで3本取りしながら編んでいるので、結構ヨークを編み上がるまでは集中力が必要で、ここのところまで早く終わらせたいなっていうのがあったので、すごい集中して駆け足でここまで進みました。でもこの後は袖分けに入ったらメリヤス編みなので、もう本当にゆっくりのんびり進めていこうかなっていう感じです。ただね、このブリティッシュエロイカの糸量が足りないかもしれないんですよね。計算してみた感じでは、もしかしたら1玉ぐらい足りなくなるかもしれないなっていうことが分かっていて、なのでパピーさんって確か今年の糸間に出店予定だったと思うので、糸間の開催日までにこれを目標としてはこのマグノリアブルームはほとんど最後の方まで編み上げておいて、糸量が本当に足りないかどうか確かめといて、足りなかったら糸間のパピーさんの出店で買いたいなと思っています。これが置いてあればなんですけどね。はい。編みかけはこんな感じです。そしたら次に、ラベリーのこの編みたいものリストっていうのに入っているパターンからの計画のお話です。私はいつもここに糸を決めてスワッチで試しにゲージも取ったりしたパターンを入れています。あとはパターンを購入するだけっていう状態のものたちです。
その中からこの秋冬にできれば編みたいなと思っているのが全部で5つあります。で、1つ目はこちらのプチニットさんのシャンパンカーディガンですね。これが今年の初めにこの1年に編みたいものっていう感じで紹介したパターンの中の一つで、その時にすでに使う糸を決めてたんですけど、それがこれです。この毛足の長いモケモケの黒い糸で編みたいなっていうお話をしていました。こういう毛足の長いニットのウェアも結構トレンドなのかなと思っていて、違ってるかもしれないんですけど、結構こういう感じのウェアいろんなとこで見かけるなと思っていたので、私も何か一着こういう感じのウェア欲しいなって思っていたので、この秋冬に編めたらいいなと思っています。で、これはカーディガンなのでボタンをつけるんですけど、そのボタンをちょっと迷っていてなかなか決めかねてたんですけど、このね2つのボタン、素材箔で購入した買いボタンなんですけど、この2つでどっちにしようかなっていうのを迷ってるっていうお話をどこかでもした覚えがあるんですけど、結局やっぱり同系色のこの黒蝶貝の方が合うのかなと思って、今のところこのボタンを使おうかなと思ってるんですけど、まだちょっと迷っている部分があって、なのでまたねこの秋に素材箔にも行って合いそうなボタンを探してみようかなと思っています。はい。で、次がこれも1年の初めにこの1年で編みたいと思っている動画、この1年で編みたいと思っているパターンとして紹介したものなんですけど、これもプチニットさんのクラウドセーターです。これもその動画の時に糸の候補も決めていて、これにしようっていう感じでお話ししていたんですけど、スワッチがこんな感じで、使っている糸がこれがこのカティアのコンセプトヨガっていう糸ですね。それのなんかこうちょっとグレーと白とほんのりベージュっぽい色味の200番色なのかな。これも売ってないかもしれないので参考にならなくてすみませんなんですけど、この糸と糸リコさんで購入したモヘアですね。この2つを引き揃えてこんな編み地になって、あ、これいいねっていう感じでこれで編もうかなっていうお話をしていたんですけど、これでもまだ若干ちょっと迷いがあるんですよね。この段染めの感じがあまりにもはっきり出ちゃうと、クラウドセーターのふんわりした感じがあまり活かされないかなっていう感じにちょっと考えちゃってまだ迷ってるんですけど、でもそのクラウドセーター自体はその後シリーズで半袖の T とかモヘアエディションとかのいろんな別バージョンが出てきていて、そっちもいいなとか目移りしたり、あとプチニットさん他にもエスタージャケットっていうのが新たにリリースされて、それもすごい素敵だなと思って編みたいな、どうしよう、どれにしようっていう感じで迷ったりしてたんですけど、結局やっぱりこのクラウドセーターは素敵だから一着は欲しいっていう気持ちは変わらなかったので、まあこの秋冬に一着編めたらいいなっていうふうに考えています。はい。で、3つ目がこ
ちらです。これはベロニカ・リンドバーグさんのソルティデイズセーターっていうパターンです。すごく素敵なんですけど、これこんな感じで透かし編みとかなんかいろんな模様が入ったこんな感じの使いやすそうなプルオーバーです。これはですね、スワッチがあるんですけど、こんな感じでこれ合うなと思って糸が決まったので編みたいものに入れてるパターンなんですけど、実はこれ他のパターンのために試し編みしてみたスワッチが偶然ゲージがぴったりでこのパターンを編むことにしました。でそれがちょっと今持ってきてないので写真でこの、ウールの多分ウールの工業紙の糸と、それとこれもまた工業紙のモヘアですね、それの引き揃えです。こんな感じ。このモヘアじゃない方の糸がですね、ランドスケープとサンデーモーニングラップに使って残った余りなんですけど、色味がすごい使いやすい感じで、いろんなパターンでこれいいなと思って試し編みに使っていて、偶然このモヘアと引き揃えたスワッチが色味的にも風合い的にもゲージ的にもこのパターンにぴったりで編みたいなと思っているパターンです。これ結構普遍的なデザインだと思うので、今すぐにっていう感じではないんですけど、一着持っておきたいなっていう感じなので、だいぶ先になっちゃうかもしれないんだけど、必ず編みたいって思っているパターンです。はい。で、一時保存に入っている残り2つは、2つショールのパターンなんですけど、1つがこのライトアラウンザコーナーっていうリサ・ハンネスさんのデザインのショールですね。でもう一つがホープバーガラさんのドラゴンスケールストールっていうショールです。この2つを一時保存にしてるんですけど、実はまだこの2つについては糸だけ決まってる状態でゲージは取ってないんですね。というのもこの4月か5月だったかな、受注販売で注文したヘッジホックファイバーの糸で編もうと思って探し出したパターンなんですよ。なので11月に到着する実物を見てまた考えが変わるかもしれないんですけど、その結果はまた届いた時にご紹介しようかなと思っています。両方ともすごく素敵なパターンなんですけど、ライトアラウンドザコーナーの方はこんな感じで2色使ってるんですね。1色2色で2色交互に編んで、この中間の色を作ってるっていう感じのパターンです。これを好きなヘッジホックファイバーの2色を使って編んだらどんな感じになるかなと思って編みたいと思っているパターンです。でもう一つはドラゴンスケールストールっていう、このパターンはすごく繊細な感じで、多分このグレーのところがフィンガリングで、ここら辺がモヘアなんだと思うんですけど、でさらにビーズを編み込んであるっていうすごい繊細で素敵な感じのショールなんですね。これはこのパターンずっと編みたいなと思ってお気に入りに入れてたんですけど、その受注販売の時にもしヘッジホックファイバーの色の中で合いそうなのがあったらそれで編みたいなっていう感じで、このパターンのために色を探して購入したっていう感じなので、また届いたらご紹介しようと思います。という感じで編みたいものリストの中からの計画はこんな感じでした。はい。じゃあ次にですね、
次にこのライブラリっていうところに入っているパターンからの計画についてお話ししようと思います。このライブラリには私はいつも購入したパターンブックを登録するようにしていて、本って結構本当に忘れがちになるので、ここに入れておいて、なんかシーズンごとに見返して、あ、そういえばこの本買ったんだったっていう感じで、ちゃんと編むように意識しているんですけれども、このライブラリに登録してある本の中から編みたいなって思っているのが、ここにもあるんですけど、スティッチズ。編み物スティッチズっていう、ヘルガ・イサガーさんの本ですね。この本が、この9月に日本語翻訳バージョンが出たんですよね。それで購入した方もいるんじゃないかなと思うんですけど、なんかその発売前のいろんなショップからのプロモーションを見かけて、あ、そういえばこの本買ったんだったって思い出して、この本から秋冬編みたいなと思ってるんですよね。で、もともとお気に入りに入れてたパターンがあって、それが、前も話したかなと思うんですけど、チリーっていう、カーディガンですね。このカーディガンを編みたいなって思っています。これは指定糸ではイサガーのボムリンとシルクモヘアの引き揃えになっていて、指定糸で編みたい気持ちもあるんですけど、コスパのいい代替糸で編めるんだったらそれでもいいなとも思っていて、で今のところ代用の糸で考えるんだったら、在庫糸の浜中リッチモアのソワエレーヌにシルクモヘアを引き揃えるのがいいかなって思ってるんですね。でうちにある在庫で量が足りるのはブラックのカラーのものなので、黒のソワエレーヌにするんだったら、引き揃えるシルクモヘアがないんですよね。あと若干ソワエレーヌの方も1玉ぐらい量が足りないかもしれなくて、それを買い足したりとかもしないといけないので、今まだ考えている途中なんですけれども、そのプランとは別にさっきちょっとお見せしたこの素材箔で購入したボタンですね。このボタンがちょうどそのカーディガンに必要なボタンとちょうどいいサイズだったんですね。なのでこのボタンを使ってこのボタンに合わせた同系色の糸で編むのもありかなっていうふうにもちょっと思っていて、どっちにするかまだ決めかねているっていう状態ですね。そうですね。ライブラリーから編みたいなと思っているのはこの本に載っているチリーというカーディガンだけですね。で、最後はもう1400件超えているお気に入りの中から漠然とこの秋冬編みたいなと思っているものについてお話ししてみようと思うんですけど、全部で5つあります。まず1つ目がこちらです。アルビオナ・マクロックリンさんのデザインのハーベストシーズンブラウスというプルオーバーですね。これがずっとお気に入りに入っていて、ずっと編みたいなって思っているパターンで、これをこの秋冬編めたらいいなと思っています。このパターンはですね、自分の糸在庫の中から一つアイディアがあるんですよ。これがこれです。これがですね、プラターロピーっていう糸なんですけど、これがうちに余り糸がこんな風にあって、ピンクとこのモスグリーンと
2色あるんですけど、サンプル画像がちょうど似た感じの色なので、もしこれで編むとしたらこっちの色かなって思ってるんですけど、ただ全然量が足りてないので、あまりこの糸で編もうかなとは思ってなかったんですよ。ちなみにこれ去年の2023年の東京ヤーンクロールの時にさいちかさんのギャラリー兼ショップみたいなお店で購入したんですけど、その時すでに安売りになってたので、多分もう在庫はないんじゃないかなと思っていて、そういうのもあってこの糸を使うっていうのはあまり考えてなかったんですけど、つい先日このパターン編みたいなって思って、改めてこの糸どっか他のお店で売ってないのかなと思って探してみたら、エイリルさんに取り扱いがあったんですね。でしかもこの色何番色かちょっと今忘れちゃったんですけど、この色味の在庫がちょうどパターンに使う必要量ギリギリの3玉しか在庫がもう残ってなくて、これは今買わないと後悔しそうだなと思ったので、思い切って買っちゃいました。それがこちらです。でんでんでんということで、これ3玉買っちゃいました。こんな感じでね買っちゃったんですよ。着分揃ったので、なのでこのパターンはいずれこの秋冬じゃなくなるかもしれないけど、いずれ編みたいなと思っているんですけど、1個驚いたことがあって、これロット番号がね、この2237っていうロット番号がなんと同じだったんですよ。これ奇跡じゃないですかと思ってどうなんだろう、この糸はそういう感じなのかな、わからないけどロット番号同じだったので、わかりますかね、全く同じ色味なのですごい嬉しいんですよ。やっぱロット番号違うと結構色味が変わるっていうのがあるので、もう最初からその想定はしていて、交互に段ごとに糸を変えながら編むとかっていうのを想像してたんですけど、この糸結構ブチってちぎれやすい糸なので、それやるのは相当難しいんじゃないかなとか心配してたので、ロット番号が同じっていうのはすっごい嬉しいですね。はい、ということで1個目はハーベストシーズンブラウスが編みたいなというお話でした。お気に入りから気になるパターン2つ目がこちらの、プレスフラワーカーディガン、エイミー・クリストファーさんっていう方のデザインのカーディガンのパターンです。こんな風にですね、これモザイク編みだと思うんですけど、コントラストカラーがこういうロングピッチのグラデーションカラーがだんだん変わっていく感じで、その色味のお花の模様が散りばめられてるっていうすごい可愛いパターンで、これもずっとお気に入りに入っててずっと編みたいなって思ってたんですけど、これがですね、指定糸がスピンサイクルヤーンっていうブランドの糸なんですね。この糸がすごい素敵だなと思って、もし編むんだったらこの糸で編みたいなっていうのをずっと考えていたので、お気に入りに入れつつもなかなかキャストオンしようかなってならなかったパターンだったんですけど、このスピンサイクルヤーンっていう糸は探すとアミリスさんで取り扱いがありました。ただ結構高価なのでって悩んじゃってたんですね。それでつい最近フロックファイバーフェスティバルっていう、ちょっと私もよく知らないんですけど、あまり詳しくないので曖昧な情報になってしまうんですけど、メイキングっていうハンドメイドメーカーが主催する毛糸と紬がメインのマーケットっていうのが少し前に
シアトルで開催されていたみたいで、私はメイキングのメールマガジンで知ったんですけど、すごく楽しそうで、いつか行ってみたいなと思いながら、探すと YouTube でもそのレポート動画がいくつも上がってるので、いろいろ見て、やっぱり行きたいなとかって思ってたんですけど、そのイベントの中にスピンサイクルヤーンさんも出展しているのが出てきて、そういえばこれ編みたいんだったって思って、また改めてこのパターンのプロジェクトとかを眺めて、なんか他にいい糸のアイディアないかなっていう感じで探してみたところ、このね、ノロのシルクガーデンソックソロで編んだプロジェクトが1件あって、それがすごい素敵だったんですよね。で、そのプロジェクトではこれと全く同じ色 T87 番の糸をメインカラーにしていて、コントラストカラーのお花の部分はサンプル画像ではロングピッチのグラデーションの糸を使っていたんですけど、このプロジェクトでは単色の白で、多分モヘアとの引き揃えだと思うんですけど、ちょっとふわっとした感じの糸を使っていて、それがすごく可愛くて、これいいなと思ったんですね。で、私はこのノロのシルクガーデンソックソロはプチニットさんのテラットセーターを編もうと思って買ったんですよ。なのででもこの糸はテラットセーター編むしなって思ったんですけど、その型量っていうのがちょうどこのプレスフラワーカーディガンで使う量ともぴったり同じぐらいで、すごいどうしようかなと迷ったんですけど、テラットセーターはもうすでに色違いで1着編んだんですよね。で、テラットセーターって結構こう長めのタートルネックですっごい寒い時期しか着ない感じのウェアなんですよね。なのでこっちのプレスフラワーカーディガンの方が結構長い間着られるし、こっちを編む方がいいかなってちょっと傾きかけていて、まだ迷ってるんですけど、もしかしたらなのでこのプレスフラワーカーディガンはこのノロのシルクガーデンソックソロで編むかもしれないなっていう風に考えているところです。で、その次に続いて紹介する2つは特に糸とか決めてないんですけど、もう本当に見た目が好みで近いうちに編みたいって思ってるパターンなんですけど、一つはベロニカ・リンドバーグさんのプライド&パールスカーディガンっていうこのカーディガンのパターン編みたいなって思っています。これはですね、ちょっと変わった作りになっていて、こんな風にこのウエストの部分をアイコードの紐でキュッてウエストマークする感じのデザインになっていて、これすごい可愛いなと思って編みたいんですよね。で、何も確かめてないんですけど、この色味がですね、うちの在庫にある湯沢屋さんの、マンセルメリのクイーンで同じような色味の糸を持っていて、このパターンではモヘアを引き揃えるんですけど、この似た色のモヘアが手に入れば、そのマンセルメリのクイーンで編んでもいいんじゃないかっていう風に考えています。今のところこのパターンに関してはそれぐらいですね。で、続いて漠然と編みたいなと考えているもう一つがこちらですね。これがスペクタケルストリックさん、ちょっと読み方曖昧なんですけど、さんのデザインのメガヒルダセーターっていうパターンですね。これは私ニュートゥーラベリーランキングトップ30っていう動画を月1で出してるんですけど、ラベリーで新たにリリースされたパターンの中で個人的に気になったものを勝手にランキングしたっていう動画、その4月でご紹介した、これ1位でご紹介したパターンなんですけど、これすごい可愛いと思って
ずっと編みたいなって思っています。この指定糸がですね、スーパーバルキーなので、あんまり糸の候補が思い浮かばなくて、まだパターンを購入してはいないんですけど、最近また改めて考えてみたら、これって並太の糸2本取りだったら同じぐらいの太さにできるよねと思って、並太2本取りで考えた方がいろいろ選択肢があるんじゃないかなと思って、現実的に編めるんじゃないかなってなってきてるパターンです。で、その指定糸の太さっていうのが 200g250m っていう太さなんですね。なので 100g250m ぐらいの並太の糸を2本取りにすればゲージが近く合わせられるんじゃないかなと思ったんですよ。それでちょっとざっくりなんですけど探してみた感じで、これがいいんじゃないかなと思ったのが、例えばだるまのメリノスタイル並太だと 110m、100g220m ぐらいで、アメリーも同じく 100g220m ぐらいだったり、浜中のそのものアルパカウール並太、これだと 100g230m、 あとはパピーのプリンセスアニーが 100g280m ぐらいの太さっていう感じなので、この辺のどれかで編めるんじゃないかなというふうに考えているパターンです。最後にご紹介する全部で15個のパターンをご紹介することになったんですけど、最後にご紹介するのがこちらのブリアナ・アーリーンさんのデザインのシマロンショールっていうショールのパターンですね。これもニュートゥーラベリーランキングの何月かで、ちょっと忘れちゃったんですけど、何月かでご紹介したパターンで、これもすごい素敵なんですよ。こんな風に、ちょっとこれじゃ分かりづらいかもしれないんですけど、なんか微妙な色の変化がすごい綺麗なショールのパターンなんですね。で、これは糸がフィンガリング2色、レースウェイト2色っていう4種類の糸を使うんですね。で、基本フィンガリングウェイトとレースウェイトを2本引き揃えで編むんですけど、2色ずつの組み合わせで全部で4色の色を作るっていう感じなんですね。在庫糸で編めるようなのがあったらこれ編みたいなと思っていて、ちょっと探してみたんですけど、なんかちょうどこのチャッピーヤーンさんのこれフィールドセーターで使った余りなんですけど、シルキーヤクシングルスっていうフィンガリングの糸がちょうどいい量で余っていたので、これいいじゃんって思ったんですね。で、それだったらできればチャッピーヤーンさんの糸で統一したいなと思って、他に合いそうなのないかなと思って探したら、レースウェイトの方でこれいいんじゃないかなっていうのが見つかって、これはベイビースリっていうベースの糸で、色がオーロラグレイっていう色の糸ですね。この2つがいいじゃんってなって、そしたら後の足りないフィンガリングのこれと同じような色のフィンガリングと、こっちと同じような色のベイビースリー、その2色が手に入れば編めるじゃんってなって、でチャピーヤーンさんは今年も東京スピニングパーティーと糸間と東京ヤンクロールっていう大きなイベント3つ全部に出展されるっていうフル稼働なので、その3イベントのどこかで探して購入したいなと思っています。これに合う糸が見つかればこのショールもキャストオンできるなって考えているところです。お気に入りからこの秋冬できれば編みたいなって思っているのが以上の5つでした。ということで今回は
この秋冬の編み物の計画として今持っている仕上げたい編み掛けだったり、もう糸が決まっていてこれからキャストオンしたいなって思っているパターンだったりをご紹介してきました。皆さんはこの秋冬はどんな計画を立てていらっしゃいますでしょうか？次回はインスタのストーリーで聞いてみたフォロワーさんのこの秋冬の編み物計画についてお話ししてみようと思っています。ということで今回の動画はこれでおしまいです。また次の動画でお会いできればと思います。お手紙ヤギでした。